皆さん、今日はようまいりでございます。ありがとうございます。今日はですね、私は以前に四国遍路、歩き遍路に出たんですけれども、その時のお話を聞いていただきたいと思います。四国遍路は88箇所ありまして、別格20霊場を合わせますと108か寺ですね、煩悩の数だけ霊場があるんですけど、それを歩いて、巡ります。徳島から入って高知、愛媛、香川と続くんですけれども、その高知というのがやはり私一番しんどかったし、だけれども一番思い出深いというか、いろんな出会いがあった場所でもあります。で、その高知なんですけれども、ちょうど正隆寺というお寺がありまして、朝青龍がいたことでも有名ですけれども、その正隆寺に参拝した時、本当にひどい雨でして、もうずぶ濡れになりました。で、この旅の疲れもあってですね、本当に疲弊してしまってたんですね。で、歩いていきますとブロック塀で作られたバス停があったんですよね。で、あそこでちょっと雨宿りさせてもらおうと思って近づいていきますと、もう先に違うお遍路さんがですね、寝袋にくるまって寝ていたんですね。もうお昼前だったんですけれども、お遍路さんだなと思って起こしてはいけないと思ってそーっと入ったんですが、やはり起こしてしまいまして、でそのおじさんだったんですけど、おじさんが私に「おお入れ入れ、まあゆっくりしてけ」っていうふうに言ってですね、まるで自分の家のように招かれまして、でいろいろお話を聞いてたんですね。で、何日目ですかって私が聞きましたら、おじさんがですね、2日目になるなって言うんですね。で、私が2日目っていうのは、歩き遍路ではありえませんので、区切り打ちというのがありますので、区切り打ちですかっていうふうに聞いたんですね。でそうしましたらおじさんが、きょとんと顔をしまして、そういう意味じゃない、ここに野宿して2日目になるの、わしはこの生活をして20年になるというふうに答えたんですね。で、これはただもんじゃないというか、お遍路じゃないっていうふうにそこで悟りまして、ただもう面白い雰囲気のおじさんだったんでいろいろ話を聞いてたんですけども、20年間何をしてるんですかっていうふうに聞いたらですね、20年旅を続けとる、わしは修験者じゃって言い切るんですね。で、修験者何のためにしてるんですか聞いたらですね、人助けじゃ答えたんですね。うわ、えらい自信を持って人助けだって言われたんで、私はこの寝袋にくるまってるおじさんが一体どうやって人助けをしてるんだろうということに興味を持ちまして、どういった人助けをしてるんですかっていうふうに聞いたんですよ。でそうしましたらおじさんが、あんなこういうところで2日も3日も野宿しててみ、前通る人がまだおるわ思いながら見よる。で、子連れのね、親は子供にわしのことを指さして、あんたもなりたくなかったらしっかり勉強せよ言う。で、子供はわしの姿見て、はなりたくない思って一生懸命勉強するようになる、人助けじゃっていうんですね。なるほどと、寝るね、野宿するだけで、寝るだけで人助けができる、目から鱗でしたね。いや、すごいなって思いながら楽しくお話をしてたんですけど、その他にもいろいろこの話す言葉の最後に必ずシンプルじゃろっていう言葉を付け加えてくるんですね。で、あんた今日雨やろ、休んだ方がええ、雨の日は休む、晴れの日は進む、シンプルじゃろ言うんですよね。で、そうだなって思いながらいろいろ話を聞いてて、なんか楽しくなってきましてね。で、いろんな旅の話とかいろいろ聞いてたら、だんだん私も元気が出てきまして、もう一回歩こうということで、おじさんに別れを告げようと思ったんですけど、別れ際にですね、おじさんがまた私を見て、お兄ちゃんこれだけは覚えとけ、生きてるだけで十分や、シンプルじゃろって言ったんですね。で、私もその言葉の中ぐさっときまして、その通りだな、
こう寝てるだけで人助けを実践しているこのおじさんが言うんだからこそ間違いない。生きてるだけで十分だ、生きてるだけで価値がある、これは覚えとかなきゃいけないなって思うんですよね。でこのおじさんが言った言葉っていうのはなんか胸に染み入りました。で先ほど言いましたけども、雨の日は休んで晴れの時進む、そういう考え方なかなかできないですね。なんか慌ただしく先を急いで毎日毎日せわしなく過ごしてませんか？私もそういうとこあります。一度そうせかせかせずに休もう、一回休んでまた元気がみなぎって、晴れた時に進もう、それでいいんじゃないか。人生は期限もないですよね。いついつまでに何々しなきゃいけない、これは勝手になんか決めてるようなことで、何歳までに結婚しなきゃいけないとか、何歳までに何々しなきゃいけない、出世しなきゃいけないとか、誰もそんなこと決めてない。ただ自分だけが思ってることなんですね。でもそういうことにこう苛まれて生きてることが多い。そして生きてるだけで十分や、この言葉を私は覚えていたいなって思います。これは当たり前のような言葉かもしれないですが、意外とこういう生きてるだけで十分ということを忘れて生きてる人多いんじゃないかなって思うんですね。何か自分のこう忙しくしてるとですね、守りたいものが多かったり、いろいろ出てきます。しがらみもある、いろんな悩みで苦しんでる人いると思うんですね。でそれが人間関係であったり、自分の追われてる仕事の重責であったり、いろんなことあると思うんですけども、それに押しつぶされて、そして自分がよりどころとしているものを失った時にですね、自分の存在を全否定してしまうことが人間にはあると思います。仕事をよりどころにしてた時にその仕事がなくなってしまったとか、あるいは、本当に大切なことを失ってしまった、そういう時に自殺しようと思ってしまったりすることがある。生きてる意味がないって思ってることがあるかもしれないけども、でもこのおじさんが言うように、生きてるだけできっと誰かの役に立つことがあるし、生きてるだけで十分だっていうことを言葉のお守りとして持っていればですね、どんな時も私は少なくともそのおじさんからその言葉で勇気づけられました。ですので皆さんも苦しい時にこの生きてるだけで十分というのを、思っていただいて過ごしていただけたらなというふうにも思います。そんなことで今日は、四国で出会ったそのおじさんの話から生きてるだけで十分、そういう思いを、お伝えさせていただきました。今日も、ようまいでございました。ありがとうございました。